木の実の時代がついに来た。どっさり木の実ウィークボリューム1解説&考察。じゃあスパルと申します。皆さん、来光エンテ水訓リサーチの進捗いかがでしょうか。ポケットモンスター金銀ハートゴールドソウルシルバーを遊ばれたことのある方であれば、もしかしてこの3件イベントが終わる頃に譲渡地方のアルフの遺跡とも関わりの深い色鮮やかな体色を持つあの飛行タイプのポケモンがついに降臨すると思ってたんと違う思ってたんと違う譲渡地方の飛行エスパータイプネイティオも新登場するということで、思ってたんと違うけれども大好きなトゥートゥー、非常に嬉しいです。さらにね、ここでね、思ってたんと違うと思わせておいて、実はこれも一種のミスリードで、イベント最終日に虹色の羽がひらり舞い降りたりしようもんなら、皆さんで運営さんに拍手喝采ブラボースタンディングオベーションしましょう。ってことで、鳳凰への期待も残しつつ、木の実ウィークとネイティたち合わせて解説考察していきます。これは未来予知なんですけれども、ネイティは木の実得意のポケモンです。それでは参ります。ということで、まず最初にネイティたちのお知らせをチェックしてから読み取れることを考察していって、その後で木の実ウィークの詳細をチェケラしていきたいなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ってことで、新登場ネイティオ。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモンネイティエスパー、ネイティオエスパーです。お楽しみに。ってことで、本家ゲームではエスパー飛行タイプのネイティ、ポケモンスリープではエスパータイプでの参戦となりました。エスパータイプとしてはエーフィー、ソーナンス、パリヤード、サーナイト、ムシャーナ、クレセリアに次いで7種族目となりますね。初期からいるのがエーフィー、ソーナンスだけなので、エスパーって何気に5種族目の追加となるんですね。だいぶ層が厚くなってきました。クレセリアのエスパー統一もさらに強くなりそうです。そしてこのタイミングでの新規エスパータイプ追加ということで、アローラライチュウだったり翡翠ウォーグルがすぐに追加される可能性っていうのは下がったのかななんてちょっと思いました。ライチュウはね、メガ進化 XY も獲得しましたし、次に活躍するのはいつになるでしょうかね。また個人的にはデリバード、闇カラス、ネイティと譲渡地方の飛行タイプが増えてきたのもちょっと面白いなと思うのと、闇カラスに次いでネイティもようやく飛行タイプではない第1タイプのエスパータイプが選ばれたっていうのもなかなか興味深いなと思っています。鳥ポケモンだとね、アンバー渓谷に出しやすいとかちょっとありそうだったりしますよね。渓谷にも飛んでいけますもんね。そんなアンバーのスヤスヤを埋めてくれるかもしれないエスパータイプのネイティオです。そんな新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2025年9月29日15時からとなります。該当のポケモンの動は上記日時から使うことができます。3件リサーチが終わって1週間間を空けて、その次の月曜日からの登場となります。出現するフィールドは若草本島、ラピスラズリ湖畔、若草本島 EX の3フィールドです。木の実ウィークではまずこの3カ所から検討することになるでしょうかね。そして出会える睡眠タイプはネイティスヤスヤ、ネイティオスヤスヤとなっております。エスパータイプのスヤスヤですね。以前アンバーの出現ポケモン予想もしたんですけれども、スヤスヤタイプが非常に少なそうだったので、それも込みでアンバー出現ちょっと考えられるかななんて思っていますが、果たしてそんなネイティオです。ってことで、まずここに書かれていないところもちょっと考えていきたいなと思います。まず得意なものが何かなんですが、これは木の実ウィークで新登場っていう時点で、まあ十中八九木の実得意になるものと思われます。スキルウィークではスキル得意のワシボン、エレズン、料理ウィークでは食材得意のクチートで、木の実ウィークではやっぱり木の実得意のネイティとしか私にはちょっと予想できませんね。今回木の実ウィークでも木の実バーストにも強化が入るんですが、エスパーの木の実バーストは一応すでにクレセリアがいるので、さすがにシンプルな木の実得意なんだろうなと思ってます。ちなみにクレセリアの三日月の祈りは今回のイベントでは強化されません。多分悲しいです。
なお、エスパータイプには、それこそ今年追加されたばかりの木の実得意、ムシャーナがおります。ムシャーナは木の実得意ポケモンでありながら、スキルの強さに特徴のある、かなりスキル寄りのステータス配分がされたポケモンと思っているので、極端に言うと、ケッキングとか、マイルドに言うと、ピクシーとか、そういうポケモンに近いと思うんですよね。なので、ネイティオは王道の木の実得意ポケモンとして、スキルはそこそこ、スピード重視なドドリオ的なポジションを獲得するんじゃないかなと予想しておきましょうかね。ぜひ皆さんのネイティオの予想もお待ちしております。そんなネイティオのスキルなんですが、この新登場ページにスキルについて書かれていないということは、勘のいいガキの皆さんはもうお分かりのことでしょう。既存スキルを持ってくると思ってまず間違いないでしょう。新スキルの時ってこれまでは必ずこのページの最後に紹介がありました。スキルはそんなに強くない予想ではあるものの、なんとなくエスパータイプってスキルが強いイメージがあるじゃないですか。私だけでしょうかね。ねえ、なのでスキル何になるでしょうね。ドードリオみたいな元気チャージとかだと、エスパータイプはね、ソーナンス、サーナイト、クレセリアでさすがにお腹いっぱいなので、ネイティっぽいイメージ。それこそ譲渡の鳥ポケモンたちがデリバードの食材ゲット、闇カラスの強運食材セレクトとかなので、食材絡みなのかなと思わないでもないんですけれども、木の実ウィークだし本当に木の実バーストだったりしますかね。一応ね、今までエスパータイプにはエナジーチャージ M のエーフィーで元気回復できるソーナンス、サーナイト、クレセリア、スキルコピーのバリアード、夢のかけらのムシャーナと、空いてるのはね、やっぱり食材系、鍋拡張とかかなって感じもするんですけれども、木の実ウィークなのでちょっと予想つきませんね。そんなね、ネイティたちのスキル予想もぜひお聞かせください。そんな新登場ネイティオでした。いやー、非常に楽しみですね。私、クレセリア、サーナイト、バリアード、ムシャーナを育成しているので、5体目のエスパータイプとして、彼らと相性のいいスキルだったら、非常に嬉しいんですよね。スキルが強いとね、バリアードとも相性良くなるので、なんでしょうね。ちなみに、普通にレベルで進化する1進化ポケモンなので、通例通りであれば、フレンドポイント12のポケモンになるかなと思います。そこもどうなるのか、一応注目ですね。さあ、それではそんなネイティたちが新登場となるキャンペーンどっさり木の実ウィークボリューム1も詳細チェケラしていきましょう。ついに来ましたね、木の実ウィーク。こちらにもボリューム1表記がありますので、今後も開催してもらえるものと思います。そんな記念すべきボリューム1見ていきましょう。キャンペーンどっさり木の実ウィークボリューム1、たくさんゲットだどっさり木の実ウィーク。1週間続くこのキャンペーンは得意なもの木の実のお手伝いポケモンたちが大活躍する特別な期間です。一部の得意なもの木の実のポケモンと木の実バーストをメインスキルに持つポケモンをピックアップします。お楽しみに。開催期間は9月29日月曜日からの1週間となります。ここで EX に行きたい方は EX チケットをしっかり1枚残しておきましょう。あんまりいないとは思うんですけど、パルみたいに EX 実装直後のスキルウィークから3件イベントまで全部 EX に行っている無課金リサーチャーは多分あと1枚しか今月分残っていないはずなので、来週 EX に行かないようにお気をつけください。ミスっちゃったらプレミアムパスに入りましょう。そして開催フィールドは全てのフィールドとなっているんですが、ネイティたちの出現は若草本島、ラピスラズリコハン、若草本島 EX の3フィールドとなります。そして限定ミッションもございます。おそらくネイティの飴、お香、ポケサブレ、夢のかけらあたりになるかと思います。さあ、それではボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において得意なもの木の実のお手伝いポケモンが通常のお手伝いで木の実を拾ってきた場合、木の実プラス1。メインスキル木の実バーストと化けの皮木の実バーストの効果 1.4 倍。期間限定ミニアメブーストが使用可能。その日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップです。いよいよ来ましたね。木の実プラス1。木の実の数 S が実質木の実の数 M になるということなんでしょうか。これにはね、木の実マニアの方々もにっこりといったところでしょう。一応注意しておきたいのが EX の木の実 2.4 倍みたいな木の実エナジーが増えるタイプではないので、お手ぶだめをした木の実のエナジーが増えたりはしませんね。あくまでキャンペーン中の拾う数が増えるっていう効果です。それでも木の実 2.4 倍より強力な効果なので非常に楽しみですね。
そして木の実バーストと化けの皮の効果 1.4 倍です。ここに三日月の祈りは書かれておりませんので、おそらくクレセリアは強化されないということなんでしょう。まあ三日月の祈り元気オール S ですしね、あれは元気オール族ってことなんでしょうね。なお、スキルの効果が 1.5 倍じゃないのはスキルウィークとの差別化なんでしょうかね。キャンペーン的にはね、ラピスラズリ適性のある樹海院をすでに育てている方は特に活躍のチャンスとなるでしょうか。まあとはいえね、今回のイベントに限って言えばメガニウムもはちゃめちゃですよね。楽しそうすぎます。ちなみに EX のボーナス、木の実 2.4 倍、食材プラススキル率 1.25 倍のいずれかなんですが、木の実系が重複したらやばそうなので、さすがに食材オアスキル確率になるでしょうかね。一応木の実バーストには強化入ってるんですけど、スキル確率アップではないのでどうでしょうか。もしね、これで木の実 2.4 倍も選ばれるのであればとんでもないことになりそうなんですが、三権リサーチみたいに木の実が固定されているわけではないので、 EX の難易度はやはり随一となるでしょうね。そしてまたしてもミニアメブーストが来てくれました。今年は本当にめちゃくちゃアメブ開催してくれますね。ライコウたち育てるのが非常に大変なポケモンなので、ここでブーストするのもおすすめです。といったボーナスたちでした。もう本当にね、木の実強化終わりって感じのあまりに潔いボーナスですね。木の実不一致のポケモンだったとしても、木の実得意であればみんな集める木の実がプラス1個されるんですが、料理ウィークやスキルウィークと違ってなかなかね、フィールドと木の実不一致のポケモンを活躍させるビジョンって見えないですよね。なのでできたら得意木の実のたくさんいるフィールドに行きたいんですが、ネイティ狙いであればまあラピスラズリ湖畔ということになりそうなので、草エスパー格闘タイプだけが強くて、あとは若草木の実ガチャお祈りみたいなキャンペーンにもなりかねない気がするので、もはやネイティを取るかエナジーを取るかって感じになるでしょうかね。まあネイティ以外にもピックアップのポケモンたくさんいるので、そっちを探しに行くっていうのもありですね。ってことでピックアップです。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップネイティオ、そして小ピックアップめちゃくちゃいます。ハロウィンピカチュウとホリデー EV 以外の全ての木の実得意ポケモンの種ポケモン、進化前のポケモンたちと木の実バーストのキモリ、ワシボン、ミミッキュが小ピックアップとなっています。種ポケモンだらけになるので、フィールドによっては手痛い下振れリサーチを食らう可能性も高まりそうです。まあそこは厳選のためと割り切りましょうかね。ネイティ以外で注目のポケモンは、実はほとんどピックアップになったことがないイワーク。というか、もしかしてピックアップ初めてですかね、イワーク。あとはこちらもピックアップ機会になかなか恵まれなかったニューラなんかも貴重でしょうかね。そして追加されて間もないキモリ、アチャも水頃あたりでしょうか。ライコウ、エンテ、スイ君の厳選がこのイベント中に終わったよって方は、電気、炎、水の木の実エースを探しても良さそうですね。なお、影坊主、ミミッキュはハロウィンで、玉ざらし、アローラロコンはホリデーでピックアップになるかもしれません。まあ、イベントに向けて狙うっていうのもありでしょうね。そう考えると結構狙いは絞れてきそうですね。ってなわけで、フィールド選び。まず、ネイティを狙うかどうか。例えばパルはクレセリアを育てているので、まあほぼ間違いなくネイティを狙いにラピスラズリ湖畔に行くでしょう。ただしパルはネイティを木の実得意で予想しているので、今後ラピスラズリにあんまり行かなそうな方や、メガニウムだったり樹海院がもう育ってるよって方はスルーしちゃってもいいような気がします。これでね、ネイティがなんかデデンネみたいな環境破壊ポケモンだったらごめんなさい。なので、まずネイティをゲットしたいか、メガオを埋めたいかで考えて、その後で他の木の実ポケモンたちを探しに行くのか、ないしはエナジーの稼げそうなフィールドに行くのかっていう順番で考えると、行きたいフィールド見えてくるのかなと思います。一応ね、各フィールドごとのざっくり総評もやっておきたいかなと思います。ってことで、まず若草本島。若草本島にはネイティたちが出現します。ってことで、ラピスラズリ解放前のリサーチャーでネイティ狙いをするならここ一択となりますね。ですが、それ以外の方は基本的に他のフィールドを検討することをお勧めしたいですね。ピックアップそのものも多すぎるんですが、イワークだったりアローラロコンみたいな重要どころが出てきませんし、何より木の実ガチャがあるので難易度もはちゃめちゃなことになりそうです。ってことで、初心者のネイティ狙い以外はまず他のフィールドからご検討ください。若草本島でした。
続いてシアンの砂浜。三軒リサーチでスイ君をゲットしたぜって方のワニの子探しでお世話になる、そんなイメージでしょうか。ワニの子は若草本島、シアンの砂浜、若草 EX の3フィールドにしか出現しないので、このイベントで狙う価値もまあまあ高そうです。が、ワニの子を探しにシアンに来ている時点で、シアン適正の木の実得意ポケモンがあんまりいない気もするので、だったら若草か若草 EX に行っちゃってもいい気もしますね。まあ他のフィールドにも言えることなんですけど。ドードリオだったり、ピクシーがいるとか、ウォーグルがいて、よりワニの子狙いをしたいっていう場合ならぜひ。シアンの砂浜でした。続いてトープ洞窟。岩枠探しを強いられているんだって方はここになるでしょう。さらに園庭チームの木の実担当、ロコン、日の嵐、アチャモだったり、さらには水五郎まで出現するので、ピックアップは結構良さそうですよね。すでに爆風はいるけど、ロコン、アチャモを探したいなんて方はエナジー的にも結構なんとかなりそうですよね。一応、岩枠は若草 EX にも出現するんですが、EX での岩枠、ほとんど見かけないというか、一回出会ったか出会ってないかぐらいだったと思うので、基本的にはトープで探した方がいいのかなと思います。そんなトープ洞窟でした。続いて、卯の花雪原です。三軒リサーチではハブられてしまった卯の花雪原なんですが、木の実ウィークではアローラロコン、ニューラが重要なポジションを取りそうだなと思ってます。そういえばね、まあニューラはお察しなんですが、アローラロコンも EX でほとんど見かけた記憶がありませんね。というか一回も遭遇してないかも。雪かぶりはね、結構出会ってるんですけどね。まあこれまでね、だいたい電気、炎、水タイプピックアップとかだったので参考にはならないかなと思うんですが、言うて電気、炎、水タイプピックアップ継続みたいなピックアップラインナップではあるのでどうなるでしょうか。一応ね、ニューラやアローラロコンをピンポイントで狙いたい方だったり、ホリデーに向けて氷タイプを強化しておきたい方はぜひ、卯の花雪原でした。さあ、そして本命フィールドでありましょう、ラピスラズリコハンです。ラピスラズリコハンにはネイティ族が出現します。また、キモリやアチャモ、アンバー渓谷に向けたアーボ、チルットなど、ネイティ以外のピックアップもいい感じなので、やっぱりまずはラピスラズリコハンから行くかどうか検討するのがいいのかなと思います。言うてネイティ以外に強い特色があるわけでもないかなと思いますし、別にクレセリアが強いっていうイベントでもないので、メガニウムやムシャーナ、オコリザルがいないのであれば EX に行ってしまうというのもありなのかもしれませんね。そんなラピスラズリコハンでした。続いてゴールド急発電所です。ゴールド急発電所ピックアップが結構少なくて、キャタピー、アーボ、ピチュー、ピー、キモリ、影坊主、ムンナ、ミミッキュの8体となっております。うとうとにキャタピー、アーボ、キモリ、影坊主、ミミッキュが固まっているので、そのあたりを狙いに行くのにおすすめとなるでしょうかね。あとはね、ライチュウが非常にメジャーなポケモンかと思うので、シンプルにエナジーの稼ぎやすいフィールドになるんじゃないかなと思ってます。あとはハロウィンに向けてミミッキュを探される方なんかにもおすすめでしょうかね。ゴールド急発電所でした。最後は若草本島 EX。若草 EX でもネイティ族出現します。ピックアップ的には若草本島のコラッタとマンキーの代わりにイワークとアローラロコンが入ったっていうのが若草 EX となってまして、まあピックアップそのものは無限におります。そして若草本島同様木の実ガチャが立ちふさがりますので、難易度はもちろんぶっちぎりで高くなるでしょう。もしね、いい感じに木の実が引けたら他のフィールドよりも爆発力はありそうです。ちなみにスキルウィークのタイミングで若草 EX に行っていたんですが、その時の中ピックアップエレズンは私2アカウントプレイしていて遭遇4体と2体でした。なおストリンダーは各アカウントで1体ずつでしたね。当時はフィールドボーナス 0%、最終的に180万エナジーくらいでフィニッシュしたかなと思うんですが、やっぱりネガオ集めには向かないだろうなと思います。一応ね、エレズン0体だったよなんていう報告も受けているので、あんまりエナジーが稼げなさそうだけど EX 行くぜって方は、それなりに覚悟をしておくとダメージ少なく済むのかなと思います。言うてね、もともと種ポケモンだらけになるフィールドなので、リサーチの下振れに関してはあんまり心配いらないかなと思います。ネイティも探したいけど、ラピスの木の実得意ポケモンがいないぜって方は、ギャンブル EX もご検討ください。そんな若草 EX でした。と、大体こんな感じでしょうかね。
いやーなんか喋れば喋るほど、木の実ウィーク意外と難しくねっていう気がしてきましたね。すでに木の実得意が揃っているエナジーの稼げるフィールドに行くんだったら、じゃあ誰厳選するのってなりかねませんし、逆に厳選目当てで行く場合はエナジーは稼ぎづらそうだし、若草本島たちは木の実ガチャがあるしってことで、ちょっとね、初めてのイベントボーナスなだけになかなか戸惑いそうなキャンペーンとなっていそうです。これね、どうするのがいいんでしょうね。ぜひ皆さんがどこのフィールドに行きたいかとか、そういったこともね、ネイティたちの予想とともに教えていただけますと幸いです。なお、注意事項については特筆すべきものありませんでした。ミニアメブーストもいつも通りで、グッドスリープデーだったりニュームーンデーも被ってません。おそらくね、木の実ウィークが終わった次の月曜日からグッドスリープデーになって、その次の火曜日がいわゆる15夜、中秋の名月のグッドスリープデーになるかと思います。そんなどっさり木の実ウィークボリューム1でした。いかがでしたでしょうか。いやー、いよいよ来ましたね、木の実ウィーク。そして解説していて思った木の実ウィークの難しさ。パルはね、これまで無課金でね、プレイしていく中で、いろんなフィールドで活躍できるっていう汎用性の高さをより評価して、食材やスキルのポケモンを重視しがちだったので、難しさに拍車がかかっているなぁと思います。今回ね、ボリューム1ということで、スキルウィークにもボリューム2が来てるので、半年後とか8ヶ月後とかくらいにまたボリューム2が来るかもしれませんよね。その頃はアンバーも解放されていますし、もしかしたらシアン EX も来ているかもしれないので、ボリューム2を見据えるのであれば、今育てたい木の実得意ポケモンは、バタフリー、アーボック、チルタリス、オーダイル、ドードリオ、ピクシー、そしてウォーグルとかになるのかもしれませんね。まあ、結局いろんなポケモンを育てておこうってことで、まずは虫、毒、ドラゴンタイプですかね。次回の木の実得意、どんなポケモンが来るのかを予想するのも面白そうですよね。それこそ虫、毒、ドラゴン、岩、鋼とかから来そうな気もしますね。まあね、そんな未来のこともぼんやり考えつつ、まずは目の前の木の実ウィークボリューム1、そして木の実ウィークで狙いたいポケモンに関わるかもしれない来光エンテ水訓リサーチ、楽しんでまいりましょう。それでは最後に今回の情報をざっくりまとめて終わりたいと思います。まずネイティオ。エスパータイプのポケモンで睡眠タイプはスヤスヤです。若草本島、ラピスラズリコハン、若草本島 EX の3フィールドに登場します。パルの予想では木の実得意のポケモンで、ムシャーナとは違ってスキルはそこそこお手スピ早めの王道木の実アタッカーなんじゃないかと思ってます。スキルは既存スキルかと思うんですが、ちょっと予想つきません。そしてもしかしたらアンバーのスヤスヤ担当になってくれるかも。そして木の実ウィークでは全ての木の実得意のポケモンが集める木の実の数がプラス1個されて、木の実バーストも強くなります。そしてほとんどの木の実得意の種ポケモンたちがピックアップとなります。ネイティを狙うのか、他の木の実得意を狙うのか、はたまたエナジーを取るのか、結構難しいキャンペーンだなという印象です。改めてにはなりますが、ネイティたちが出てくるのは若草本島、ラピスラズリコハン、若草本島 EX になりますので、まずはそこから考えていくのがいいでしょう。そんな新登場ネイティオとどっさり木の実ウィークボリューム1解説&考察でした。ぜひ皆さんがどこのフィールドに行きたいか、そしてネイティたちのステータス予想もコメントにどしどしお寄せください。みんなでいろいろ予想して開催まで楽しんでいきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプしていただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんの応援本当に助かってます。ありがとうございます。それではなかなか難しそうな木の実ウィーク、どういう布陣で挑もうか考えてまいりましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。